オール・フォー・ワンの恐怖によって支配された日本を取り戻すために、日本各地でヒーローたちが死闘を繰り広げている僕のヒーローアカデミア。あなたが一番注目している戦場はどこですか？9コマしか出てきてないタコバ競技場。ということで今回はヒロアカ最終決戦の各地の戦況についてまとめてみました。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたは、そういえば葉隠れちゃんどうなったっけと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。まず最初の戦場はオールマイトとオール・フォー・ワンが死闘を繰り広げた上の区グラウンドゼロです。ここでは誰が戦っているの？ヒーローサイドは轟ショウト、飯田天也、バーニン、キドウ、オニマー。対するヴィランサイドはダビとハイエンドノーム2体。そして多数のヒーローとヴィランが市街戦を繰り広げています。ダビと轟ショウト、炎のサイドキッカーズがメインの戦場だね。エンデバーを超える火力で燃え盛るダビに対して、炎のサイドキッカーズが足止めをして、その隙に轟ショウトが炎と霊気の力を同時に貯める角尺熱剣輪を使用した新技霊炎白人や当たり一体を凍てつかせる奥義代表解消によってダビを戦闘不能にまで追い込むことに成功します。霊気の力でダビの炎を中和して凍りつかせたってことだね。一度は勝利したヒーローたちでしたが、土壇場で角尺熱剣輪を習得したダビは体内の豪華を極限まで増幅し復活。非道や鬼魔を焼き尽くすも、あまりの火力の強さに体が朽ちていくのを感じたダビは轟ショウトとの決着を諦め、エンデバーに復讐するために群河山荘跡地に向かおうとします。ダビはもともと霊気に強い体質を持っているから、霊気系の技に耐えられたのかもしれないね。神奈川県にある上の区から和歌山県にある群河山荘跡地まで燃え尽きる前に向かおうとするダビの前に、突如黒霧のワープゲートが現れ、ダビは転送されてしまい、ただ呆然と立ち尽くすことしかできない轟ショウトたちを残し、戦いは終結します。飯田くんの出番が全くなかったから、まだ見せ場がありそうだよね。次の戦場はセントラル病院です。ここでは誰が戦っているの？ヒーローサイドは庄司メゾウ、コウダ講師、プレゼントマイク、ロックを中心に200名のヒーローと警官隊。対してヴィランサイドはスピナーを中心に頂上解放戦線の異形系幹部に加え、ボートと化した異形系一般市民1万5000人がセントラル病院に捕らえられている黒霧を解放するために押し寄せています。戦力差約75倍。一般市民を煽り先導する頂上解放戦線幹部とオール・フォー・ワンに新たな個性ゴークとスケールメールを与えられ、暴走する怪物になってしまったスピナーに対して庄司とコウダが応戦。自身も異形として迫害された過去を持つ庄司の叫びが市民たちに届き、ボートを鎮圧することには成功しますが、スピナーを止めることはできず、セントラル病院への侵入を許してしまいます。スピナーに追いついたプレゼントマイクはラウドシャウトによってスピナーを鎮圧することに成功。黒霧の中に眠る白雲おぼろに呼びかけるも応じず、最終手段として黒霧ごと白雲を完全に消し去ろうとするも、一瞬躊躇してしまった隙にスピナーが黒霧を目覚めさせることに成功し、主人格が黒霧の状態で復活してしまいます。プレゼントマイクが相沢先生と白雲との青春時代を思い出して躊躇したことが黒霧を復活させてしまったことにつながったのがなんだか悲しいね。ボートは鎮圧され、スピナーも確保されたため戦闘自体は終結していますが、黒霧が目覚めプレゼントマイクごとワープゲートで転送してしまった以上、この戦場はヒーローサイドの敗北と言えるでしょう。次の戦場は太平洋沖200キロに浮かぶリゾート地奥戸島です。ここでは誰が戦っているの？ヒーローサイドはギャングオルカを中心にララカオチャコ、アスイツユ、シリウスとギャングオルカの部下たち。対してヴィランサイドはトガヒミコ、ハイエンドノーム2体に加え、脱獄ヴィランのムーンフィッシュと多数のヴィランたちによる海上大乱戦が繰り広げられています。戸賀卑弥呼とお茶子つゆちゃんは林間合宿襲撃事件から続く因縁の対決だね。ヴィランサイドで唯一行動原理が読めず、何をするかわからない危険人物の戸賀卑弥呼を隔離するために日本本土から離れた奥戸島で確保する作戦で挑むヒーローたちは、乱戦時に脅威となる戸賀卑弥呼の個性変身と
気配を消す技術ミスディレクションに対抗するべく、光線回数の多いお茶子を中心に感知系ヒーローを複数人で囲みながら戸賀卑弥呼と対峙しますが、戦いの中で思考を進化させた戸賀卑弥呼はスピナーが黒霧を解放することにかけ、トゥワイスの血を飲みトゥワイスに変身。その直後、奇跡的なタイミングで黒霧のワープゲートが現れ、無限に増殖し続けるトガトゥワイスは日本全国に分身を転送させ、ヒーローたちを殲滅するために散らばっていきます。黒霧が復活しなければオクト島でトゥワイスの血を飲んでも時間切れで倒せたけど、奇跡が重なったおかげで絶望が加速してしまったんだね。完全なヴィランと化してしまったトガを、まだあなたと恋バナしていないと追いかけるお茶子とつゆちゃん。黒霧のワープゲートに飛び込んだ2人は混沌を極める戦場、群訝山荘跡地へと転送されていきました。ノームたちは制圧できたけど、肝心の戸賀卑弥呼を取り逃してしまっているから、この戦場もヒーローたちの負けになってしまったね。次の戦場は天空の棺こと空飛ぶ UA 高校です。信楽を封じ込めるために作られた戦場だね。この戦場では誰が戦っているの？ヒーローサイドは対信楽光線部隊としてベストジーニストを中心に爆豪、ミルコ、東方ミリオ、天地北巻、波動ねじれ、エッジショット、信楽の個性を抹消するためにレーザーヘッド、モノマネイト、マニュアル、サポートのためにマンダレイ、ヤオヨロズモモ、初音メイ、雷電気、はやゆうゆ、吹き出し漫画、パワーローダー、セメントス、エクトプラズム、ランチラッシュなど多数のヒーローたちが参戦しているのに対して、ヴィランサイドは信楽戸村ただ一人です。まさにヒーローたちの総力戦だね。信楽との過去の対戦から伝播する崩壊の被害を最小限に抑えるために空で戦うことが絶対条件だったのですが、初音メイの天才的発想と根津校長の頭脳によって UA 高校を改造し、天空の棺で信楽を封じ込めようとするヒーローたち。天空の棺で信楽を捉えつつモノマのコピーで個性を抹消し続け、ヒーロー側の最高戦力を集結して信楽を倒す予定でしたが、攻撃の要であるデクが戸賀卑弥呼によって奥戸島に隔離されてしまったことで到着が遅れてしまいます。デクがいない状態で戦ったヒーローたちはどうなったの？個性を封じてもなお圧倒的パワーを持っている信楽に対して果敢に挑むヒーローたちでしたが、誰もが歯が立たず次々と敗れ去っていきました。かっちゃんが途中覚醒しかけて形勢逆転できそうだったけど、まさか心臓が破裂して死んじゃうなんて。ミルコと UA ビッグ3が倒れ、エッジショットが爆豪の心臓を復活させるために命を懸けて救命措置を行うも信楽を止めることはできず、全滅を覚悟した最後の瞬間にデクが戦場に到着。歴代継承者たちの個性をフル活用して戦うデクは信楽を圧倒し、信楽を精神困惑状態にまで追い込みます。デクが到着して希望が少し見えてきたけど、この後はどうなったの？意識が混濁し、自分の体の統率が取れなくなった信楽と2代目の個性、変則の反動で動けなくなったデク。膠着状態が続く中、さらなる異常事態が発生します。何が起こったの？ IT に強いヴィランスケプティックが UA のコンピューターをハッキングし、制御を失ってしまった UA 高校は墜落を始めてしまいます。ヒーロー全滅。デクが反動で動けない時に UA 墜落はヤバすぎるよ。さらに黒霧がワープゲートでトゥワイスの分身を大量に送り込んできたことでモノマとイレーザーヘッドが潰され、抹消の個性が消えてしまいました。 UA 墜落してるし、トゥワイスがなだれ込んでくるし、かなりカオスな状況になってきたよ。お互いに早く動けるようになった方が勝つという緊張感がある戦いの最中、デクより先に信楽が動けるようになり、崩壊の個性を使おうとした瞬間、セントラル病院の屋上から放たれたレディーナガンの狙撃が信楽の腕を吹き飛ばし、ギリギリのところで崩壊の発動を免れます。ここでレディーナガンの参戦は激アツすぎる。しかし制御を失った UA は徐々に高度を下げ墜落に向かっていく中、服役していたかつてのヴィランジェントルとラブラバが緊急参戦。ジェントルの個性、男性が UA の周りの空気をトランポリンのように変化させ、時間を稼いでいる間にラブラバがスケプティックのハッキングを阻止することに成功。
墜落ギリギリのところで UA 高校はコントロールを取り戻します。 UA にはまだみんな乗っているから、墜落していたら大変なことになっていたね。次の戦場は群訝山荘跡地です。ここでは誰が戦っているの？ヒーローサイドはエンデバー、ホークスを中心に常闇文影、次郎京香、虎、ピクシーボブ、森林カムイ、小森キノコと多数の精鋭ヒーローたち。対するヴィランサイドはオール・フォー・ワンとハイエンドの無二体、そして多数のヴィランたちです。個性を奪うオール・フォー・ワン対策としてエンデバーとホークスのツートップのみで戦う戦法を取るヒーローたちでしたが、全面戦争での傷が癒えていない2人はオール・フォー・ワン1人に苦戦し窮地に追い込まれていきます。ホークスは羽が全然生え揃っていないね。オール・フォー・ワンの精神攻撃により隙が生じ大ダメージを受けてしまったエンデバーの穴を埋めるために常闇とジロウが参戦。ジロウの魂の叫びがオール・フォー・ワンに取り込まれた個性たちの自我を呼び覚まし体の自由を奪い、ホークスと常闇の連続攻撃によって生命維持装置の破壊に成功。戦線復帰したエンデバーの捨て身の猛攻によりオール・フォー・ワンを完全に消し済みにすることで勝利したかに見えた瞬間、エリちゃんの巻き戻しの個性を宿した巻き戻り弾によって消滅しかけた肉体が巻き戻り全盛期の姿で復活しました。この状態での魔王完全復活はきつすぎる。さらに黒霧が解き放たれたことで各地に散らばっていたダビ、戸賀卑弥呼までもが群訝山荘跡地に集結し、ヒーローたちは絶体絶命の窮地に追いやられます。ダビの炎で身動きが取れないところにトゥワイスの大軍がなだれ込んできたらどうすることもできないよ。ヴィランサイドの完全勝利と思われた瞬間、止血高校のヒーローたちが緊急参戦し形勢逆転、地獄の戦場で大乱戦が行われています。もうどっちが勝つかわからない状態になってきた。ヒーローたちの猛攻で一気に盛り返すもさらに若返り、強大な力で全力のダークシャドウを難なく撃破するオール・フォー・ワンのもとに拘束されていたギガントマキアも乱入してきたことでヒーローたちの敗北が確定したと思ったその瞬間、オール・フォー・ワンに牙を向くマキアとその背中には霧島と真相が乗っていたのでした。ギガントマキアに霧島くんと真相くんが乗ってるってどういうこと？霧島と真相はギガントマキア防衛戦のために蛇空病院に配置されていました。ここにはマウントレディを中心に霧島英二郎、芦戸美奈、峰田実、真相仁志、骨抜十三、古代結衣、柳玲子が配備されており、ヴィランサイドは1話で爆豪を乗っ取った泥のヴィランやミッドナイトを殺害した頂上解放戦線の幹部がギガントマキア奪還のために強襲しています。この状態でマキアを味方につけたってことは真相くんが洗脳に成功したっていうことかな。戦いが始まる前、霧島が謎の人物を護衛していた描写があるためエリちゃんか真相を護衛していたのではないかと噂されていましたが、真相がこの戦場にいたことは確定しています。もともとマキアを洗脳して味方にする案は当初から立案されていたようで、群訝山荘にマキアが到着した際、ホークスは塚内警部との通信でマキアが参戦してくることを知っていたような描写があるので、マキアを倒すのではなく利用するというのは作戦通りだったということでしょう。この戦場はアシドちゃんとミッドナイトの敵のヴィランとの対戦も控えているから、これからどうなっていくのか気になるよ。次からはまだ詳細が明かされていない戦場について見ていきましょう。この戦場は誰が戦っているの？タコバ競技場ではセロハンタ、佐藤力道、オジロマシラオが戦っている様子が一コマだけ映されており、この戦場では堀越先生が活躍させたいと言っていたセロハンタが主役になると思われます。ヴィランも誰がいるかわからないし、もしかしたらカットされるかも。おそらく名前だけ登場している脱獄ヴィランギャシュリーが相手だと思われますが、何せ主役級のキャラがいないのでどのように描かれるのかが非常に気になりますね。この戦場では誰が戦っているの？ヒーローサイドはファットガムを中心に青山優雅と残存ヒーローたち。対するヴィランサイドは脱獄ヴィランの中でも特に凶悪と言われる国枝です。覚悟を決めた青山くんのメルシ、かっこよすぎる。植物系の個性を使いそうな国枝に対してファットガムと青山優雅がどのような戦いを見せるのかが楽しみですね。次の戦場は避難民シェルターです。
UA に避難している人たちがいる場所ってこと。スケプティックがラブラバにハッキング対決で負けた際、避難民のシェルターをハッキングしたと言っていたため、ここも戦場になる可能性は高いのではないでしょうか。ここでは誰が戦うのかな。オール・フォー・ワンのスパイとして避難民に混じっているミハエラと田島が何かしらの行動を起こし、避難シェルターをパニックにさせることが予想されます。そしてこの戦場には轟レイ、冬美、夏男とマセカキ将の子供たちがいるため、轟家の人たちが中心になって騒動を解決するのではないでしょうか。もしかしたらどこにいるかわからないハガクレちゃんが避難民たちを守っているのかもしれないね。次の戦場は黒霧が相沢とプレゼントマイクを転送した戦場です。空飛ぶ UA 高校から落ちた相沢先生とプレゼントマイクを助けるようにワープゲートを発動していたんだよね。マンダレイ曰く、抹消を遠ざけることで死柄木のサポートをしたのではないかと言われていますが、相沢、山田、白雲のサンバカトリオのエピソードが描かれずに終わることは考えにくいでしょう。白雲が正気を取り戻してワープゲートが使えるようになったら日本各地のヒーローたちを集結させれるから、クライマックスには白雲の行方がかなり重要になりそう。登場が約束されていた相沢に除籍された UA2 年生たちの活躍もここで描かれるかもしれませんね。この戦場はどこのことなの？相沢先生が連れ去られたことで崩壊の個性を使えるようになった死柄木を UA から遠ざけるために、地上に降りたデクと死柄木が市街地で死闘を繰り広げている戦場です。デクと死柄木の対マン勝負が始まったところだね。各戦場の決着がついたところでデクと死柄木の最終決戦が始まると思うのですが、おそらくデク一人では死柄木に勝つことはできないでしょう。それはどういうこと？歴代継承者の個性をフル活用して全力で畳みかけても死柄木は倒せませんでした。抹消の個性が効かなくなった今、無限に増殖するノームの肉体に加え超回復も発動してしまっている状態のため、個性の反動が大きすぎるデクは圧倒的に不利な状況になっています。全面戦争編で死柄木とデクが戦った時も超回復持ちと戦ったらいつかデクが力尽きて負けるってかっちゃんが言ってたね。一度使用すると反動でしばらく動けなくなる。変則の個性を使った全力スマッシュですら倒しきれなかった死柄木に怠慢で勝負を挑むのは無謀な戦いになってしまうので、最終的には A 組全員が集結して死柄木と戦うのではないでしょうか。白雲が正気を取り戻したら A 組全員をデクの元に連れてくることは可能だね。ヒロアカアニメ第6期のオープニングでもデクが黒鞭のようなものを全身から発生させた後、 A 組全員で死柄木に立ち向かっていくシーンが描かれており、このシーンは原作ではまだ登場していない光景です。まだこんなシーンは見たことないね。 A 組全員の猛攻の末、死柄木から解き放たれた志村天功、デクが迎えるという構図で終わっているため、このシーンがヒロアカ最終回を示唆しているのではないでしょうか。飯田くんもかっちゃんもまだ見せ場がないから最後は A 組全員で戦ってほしいよね。ということで今回はヒロアカ最終決戦の状況についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。毎週クライマックスの連続で本当にもう少しでヒロアカが終わっちゃうんだと思ったらなんだか寂しくなるよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。